こんにちは、ホーズライフです。もう9月ですね。まだ暑いんですが、なんとなく秋っぽい香りがしてきたような気がしております。涼しい日々が待ち遠しいです。さて、今日はやめてよかった習慣についてシェアしてみようと思っています。過去の動画で何度かお話しさせてもらったんですが、我が家はもともと物が多い家でした。雑貨を集めるのが好きで、少しでも余裕があればアートを置いてみたり、フラワーベースを置いてみたり、とにかくいろいろ飾ってました。今となってみれば当時の写真撮っておけばよかったなって思うんですが、夫からはよく片付けた方がいいよとか、物を減らした方がいいよって言われてました。当時の私は物が多いだなんて1ミリも思っていなくて、いやいやまだ欲しいものたくさんあるんだからって鼻息をふんふんさせていた覚えがあります。そんな私がなんで物を減らし始めたのかというと、案外単純です。クローゼットが溢れすぎて閉まらなくなってしまったから。そこから少しずつ物を手放し始めたんですが、減らしていったらだんだんとクローゼットの中の床が見えてきて、クローゼットの奥の壁もちらりと見えてきたんですね。物も簡単に取り出せるようになって、わ、気持ちいいって、なんだか理性より本能が先に心地よさを感じたっていう感じですかね。そういう気持ちいいっていう小さな感情の積み重ねで、いつの間にかシンプルライフの虜になっていました。そこから私なりにではあるんですが、シンプルさを求めるようになって3年ちょっと経ちました。今日はそんな過程で、この習慣をやめたら人生がシンプルで豊かになったなって感じていることについてシェアしてみたいと思います。やめてよかった習慣1つ目、物欲に蓋をする習慣やめました。もうしょっちゅう運命の出会いをしてました。通りかかったお店で、この洋服いいなってうっとりしたり、たまたま立ち寄ったお店でこんな器初めて見たよってワクワクしたり、出かけるたびに何かしら出会いがあって、これいい、かわいい、買うしかないって、それこそ運命の出会いだって思いながらお持ち帰りしていた記憶があります。その日はいいんです。いい買い物できたなーって幸せな気分で床に着くんですが、翌日なんか違うってなるんですよね。昨日はいいなって思ったのに、これどうしようって一晩経って焦り出す。恥ずかしながらそんなことがしょっちゅうありました。結局ハテナマークがついてしまったものはクローゼットの化石になっていく。でも買い物が好きだししょうがないかって思っていた頃もあったんですが、クローゼットを片付けていくうちにだんだんこのままの自分嫌かもって思うようになっていきました。なんだか物を大切にできていない自分とか、使っていないものがたくさんあるのに、それでもまた物欲に負けてしまう自分、そんな自分を変えたくていろいろ試してみたんですね。どうしたら後悔しない買い物ができるかなとか、どうしたら物欲を抑えられるかなとか、ネットとか本を見ていろいろと試した結果、たどり着いた答えは結構意外でした。物欲を遠ざけずにまるっと受け入れること。なんとなく物欲を抑えたい時とか、買い物で失敗が続いた時って、もう買い物はしないって買い物との距離を置こうとする人が多いんじゃないかなって思うんですよね。実際私がそうでした。自分の物欲をダメなものとして蓋をしてしまう。だけど私の場合は最初はそうやって物欲を抑えても、結局インスタを見たり雑誌を見たりしていくうちに
物欲がどんどん湧いてきてしまって、むしろ前より物欲があふれ返ってしまう、爆発してしまう、そういったことがあったんですよね。物への好奇心ってちょっとやそっとじゃなくならないんだなって思いました。だからこそ逆に自分の物欲を受け入れて深掘りしてみようかなって思いました。特にやってよかったことは、欲しいものリストの解像度をぐんと上げたことです。もしかしたら欲しいものリストは作ってる方多いかもしれないですよね。まずは欲しいものを紙に箇条書きに書いていくんですが、そこで終わらせないっていうのがポイントだと思っています。最低限この4つは自分の中で言語化しています。いつまでに欲しいのか、絶対に外せない機能、要素は何か、どんな色、どんなデザインがいいのか、そしてその理由は何なのか、どのぐらいの価格帯がいいか。私の場合はこれを家で考えておくだけでも全然買い方が変わってきました。やっぱり買い物に行った先で冷静に考えるのって難しいですよね。で、さらに最近はその先、どこどこのブランドのこういう商品が気になるっていうところまで家で絞るようにしてます。ネットだとレビューが見れるので、いいレビューも悪いレビューも両方目を通して、そしてブランドごとに似た商品もあったりするので、そういったものは何が違うのかなってデザインとか素材とかを比較したりもします。この時点でプチ博士になっていることが多いです。この商品はこんな特徴があって、あそこのブランドに似ているけどここが違うんだよねっていうくらいうんちく大王になっていたら完璧。そしてさらになるべくネットでは買わずに実際に自分の目で見に行って手で触れて質感を確かめてから買うように心がけています。こんな風に物欲を深掘りして買い物をするようにしたら、翌日になってあれって思うことがなくなりました。それでもたまに失敗してしまうことはあるんですが、でもほとんどはやっぱりこれいいな、正解だったなって思うようになってきました。無理して物欲に蓋をするのではなくて、ナチュラルな自分のまま衝動買いとか失敗を減らせるようになったのはすごく良かったです。それではやめて良かった習慣2つ目、大掃除任せにすることをやめました。前まで年に3回大掃除してました。新年を迎える春とお盆と、それから年末の3回頑張ってましたね。家中を拭き掃除して、ドロドロの換気扇をひたすらこすって、お風呂のカビと戦って、それからベランダ掃除に冷蔵庫とか食器棚の中の拭き掃除、朝から晩まで2日とか3日かけて掃除をしていました。家を買ったばかりということもあって気合も入ってたんですけれども、もうこれが疲れるんですよね。とにかくこびりついた汚れを取るのが大変で、翌日は体が痛い。もうだんだん苦行でしかなくなってきたので大掃除やめました。ですが何もしないわけにはいかないので、取り入れたのが毎日掃除です。もともとは毎日やるのがめんどくさいから大掃除をしていたんですけれども、毎日掃除の方が100倍楽だなって思いました。私の場合は毎朝30分の掃除、それからルーティンに合わせたついで掃除をしてます。この2本立てなんですが、それできれいが保てるようになりました。ざっとお話しすると、毎朝の30分は床掃除と、それからカウンターとかテーブルの拭き掃除、これを30分間でやります。で、休日はプラスアルファで夫と一緒に気になる部分をちょこちょこっと掃除したりもしますかね。そしてもう一つのルーティンに合わせたついで掃除は、
例えば朝一番トイレ入る前に掃除をしてしまうとか、夜食器洗いのついでに排水口の奥まで洗ってしまうとか、毎日のことなので頭を使わなくても体が勝手に動いてくれるっていうのが気持ちの負担が少なくていいなって思いました。そして汚れも軽いので洗剤いらずですし、水拭きでさっと拭けばきれいになるので、掃除してるというよりは撫でているっていうくらいの感覚できれいが保てるのが非常に楽になりました。でこれは想像していなかったことなんですが、大掃除をやめて毎日掃除に切り替えたら、物が邪魔だなって感じるようになりました。掃除をするたびに片付けたりどかしたり、これを毎日やるっていうのが面倒で、だからこそ物をポンポン置かなくなって、使ったらすぐ片付ける、出しっぱなしにしない習慣も身についたのがすごく良かったなと思います。単純なことですが、ルーティンとして1日に1回部屋が整う瞬間があると、それが一つのスイッチになって、よし綺麗になった、今日も元気に頑張ろうって気持ち的にもバシッと整う、掃除がいい意味で毎日のウォームアップになっているなと感じています。それではやめてよかった習慣3つ目、私なんてをやめました。これは特にお洋服の断捨離で得られた学びだなと思っています。もともと私は100着以上洋服を持っていたんですが、8割ほど減らしまして、今は20着程度で暮らしています。いやー、すっきりしてよかったっていう話だけではなくて、それ以上に洋服を減らしてよかったなと思うことがあります。それが新しい自分に出会えたこと。たくさんの洋服を手放すその過程で、どれ手放そうかなって悩むんですが、その悩んでいる過程で気づくことがあったんですよね。クローゼットを見渡して、あ、このクローゼット見栄でいっぱいじゃんって、そう感じた瞬間が何度もありました。例えば流行遅れって思われたくないっていう理由で買った洋服とか、これ持ってたら貧乏って思われないよねっていう思いがよぎりながら買ったブランドバッグ。私はいつもどこかで私なんてなっていう気持ちがあって、そんな劣等感から見下されたくない、あの人と対等でありたい、常に物選びにそういう気持ちが含まれていたんだなっていう気づきがありました。私にとって洋服は誰かに見せつけるための鎧だった。自分でも恥ずかしくなるような現実なんですが、そういった現実をまざまざと突きつけられて、なんか逆に吹っ切れたんですよね。見えっ張りな自分に一気に冷めて、もう他人のために服を選ぶのはやめたって思える瞬間が来ました。もう吹っ切れたらこっちのもので、最近は誰にどう見られたいかっていう基準ではなくて、どんな自分でありたいかなって考えるようになったし、他人をなるべく介在させないシンプルな選び方を意識するようになりました。いやー、すがすがしい気持ちです。それでも私なんてっていう劣等感を完全に払拭するのって難しいんですが、その中でも私は私だって思えるようになってきたし、誰かからその服似合わないよって言われたとしても、私自身はこの服すごい気に入ってるんだよねって堂々と思える、堂々と言える、なんかドシンとした幹が育ち始めてきたなっていう感覚があります。今までは足し算ばっかりしてきた人生だったんですが、今度は引き算で足してきたものから削ぎ落として本当に大切なことを見つけていきたいなって思っています。まだ見ぬ新しい世界、新しい価値観、新しい自分に出会えることに今ワクワクしているところです。
てよかった習慣3選、いや本当は10選ぐらいあったんですが、頑張って今回絞ってみました。それでも結構時間かかっちゃいましたね。ここまでご覧いただき本当にありがとうございます。またこれからも暮らしに関するあれこれ配信していきたいと思っております。動画のリクエストもお待ちしております。それではまたお会いしましょう。